がったるよ。はい、竹山の船長柳川です。今年は2023年3月15日漁解禁を迎えました。今日は初日なんで場所まで行ってね、カニを取る仕掛けを仕掛けていきたいと思います。はい、今年も解禁になった毛ガニかご漁。夜明け前、船の電気をつけてオホーツク海へと出港していきます。フルメンバーで出れたの？いや、2人欠員だ。ああ、やっぱそうなんだよ。まあ、気をつけてね。ああ、仕入れだからあれだ、ゆっくりやってくる。ということで、今年の毛ガニ漁はいつものメンバー2人が流行り病で離脱。さらに今年から新人が挑戦することになり、慣れないメンバーでのスタートとなりました。そこで私、拓江丸の船長から甲板員へと降格。3年ぶりにバリバリ働かせていただきます。船頭業務も大変なんだけどね。で、水しぶきがかかったらすぐ拭く。視聴者の皆さんに見やすい映像をお届けするために、これは必須項目となります。いいか？いいぞ。さあ、2023年の毛ガニ漁が始まりました。初めて毛ガニ漁を見てくれた視聴者さんもいると思うので、サクッとね、漁を解説すると、最初海に投入したアンカー、イカリですね。これはノシと呼ばれるカニカゴをつけるロープを海中で固定するために使用します。で、今用意しているオレンジ色の玉、これは仕掛けの目印で、ノシの始まりと終わりに2本結びます。小さい玉が何個もついてるのは、流氷が来た時に玉が挟まって流されないようにする氷玉っていうやつで、流氷の下に潜りやすくして仕掛けを刈られないようにするオホーツクの漁師ならではの知恵ですね。あとは輪にしたロープに手や足を入れないように気をつけながら作業していきます。のしがだるまないように5本目か6本目あたりから船に結んで、テンションがねかかったら自動で切れるシステムになってます。と、ここでプチトラブル発生。よくツボるとかツボったとかって言うんだけど、海に入れるロープが中抜きになっちゃって、この現象が発生します。ちょっと危ないんだけど、ブリッジにね合図して船を止めてから手で引っ張ってロープがコブにならないようにほどきます。これに気をつけながら1本 200m のロープを12本海へと投入していきます。のしの最後が来る前に2本目下のボンデン綱を用意して、オレンジの玉と下のアンカーを投入する準備をしておかないと、船は止まることなく8ノットから12ノットぐらいの間でどんどん進んでいっちゃうので、ボンデン綱の投入に間に合うよう作業を淡々と進めなくてはなりません。そしてこの日は鳴きが良くていい。こういう日の仕事は本当にスムーズ。下のボンデン綱と玉を投入したら、のし入れも大詰め。最後にカゴをつけないアンカー綱を2本入れて、のし入れ終了となります。ええか？はい。毛ガニ？のしは最後2足のストップ回転で引っ張って、で船速が1ノットになったら大体のしが張ったサインなので切り離します。船の表では今日投入するカニカゴにひたすらね餌を入れていきます。で、ちなみにルールで仕掛けれるカゴの数は1500個で、のしは6本、カニカゴの網目合いは3寸8分 11.5 センチと細かく決められていて、北海道知事の許可がないと操業できません。毛ガニ？全てののしが入れ終わったので、目印の玉を掴んで、ここからはカゴ付け作業となります。これなんでオレンジの玉がもう一つあるのかっていうと、潮の流れを見るためにつけていて、
塩切りとか鶏団子なんて言ったりします。で剥いだばっかりののしはまだアンカーもねそこまで効いてないし落ち着いてないことが多いので玉をね掴むときは注意が必要です。まだ巻いて。でさっき入れた4本目ののしはやっぱりダラダラで、この辺の漁師は張ってないのしのことをダルンデルとかダラダラって言います。この日も手で引っ張れるくらいダラッダラでした。スラスターでむけねえか。スラスターの舵表にくれ。ちょっとこれで向くまで待ってるべ。いいだ外したこのボンデンチは友で巻け。いいだちょ待てよ。バルバスかかってねえか。ここで中トラブル発生。なんかのしが表に行くなーって思ってたらやっぱりねバルバスに一巻きしてました。これ風ないからまだいいけど、もう風とか潮早かったら中トラブルからトラブルに昇格するところでした。おいいぞー曲げー。で結局のしを張るために 200m ロープを丸々抜く羽目に。でこれでカゴが20個つけれなくなってしまうので後日ねこののしに足してカゴを全部つけれるようにします。いいぞ。そしていよいよカゴ付け開始なんですが謎にカメラのレンズが曇ってしまってこれではね視聴者さんが見づらいと思うのでタオルでレンズをゴシゴシともうやることがね多くて参ってしまいます。高いんだもの。ダンベルの上さんお前50個も積んでるのに。でここからはカニカゴの芯についてるサバ口に一つずつ結んでいきます。サバ口は新品のロープを買った時に自分たちで入れてます。約 10m 間隔で 200m のロープに20個つけて1本ののしにつけていいカゴが250個までなのでうまくね調整していきます。腕だる左腕だる全部だもの。左腕だるで適当にやってるようで意外とカゴの向きを揃えたり次の人が作業しやすいようにいろんなね細やかな技術が実はあるんです。そのまま俺行っちゃえばいいんだ。5辺してサイズで切れ。レッスン動画なってる逆に見てる人もそうなんだって思うかもしれない。ちゃんと意味あんだなって。何やらおしゃべりしてますがこの頃になると画面で見てわかるように後ろから波が来るようになってだんだん風が強くなってきました。ダメだ。すぐそこにあるぞ。まっすぐだぞ。毛ガニ。はいということで本日の作業も残りわずかとなりました。初日はおよそ1100個ほどカゴをつけて残りは明日入れに来る予定です。帰ってからも明日の分のカゴとのしを積まなければならないので急いで帰ります。結構冬だな。よっしゃ終了。
さん欲しいんだよって毛ガニ酔ったよだって椅子に座るのも緩くね椅子に座るの緩くねこれさカバーってくれる大チケットもさもう使わせてねえおいバランス取るの緩くねえのうんまいいか食ったかかけるぞはい、ということで無事初日の操業を終え港へ帰ってきました。あとは明日入れる2本ののしとカゴを船に積んで本日の業務終了となります。さあ端っこくれいいよ、やつあげてもいい。いいよ2本分あればいいよいしょこれで明日2本入れて終了と初日終了お疲れでしたはい、ということで今日は昨日入れたのし4本を漕がなければならないので爆速でカゴ付けしたいところなんですがのしがね張ってないのでこれが限界に近いスピードかな。船速はだいたいカニがたくさん入ってる時で3ノットから 3.5 ノットで今はカゴ付けだけなので4ノットから5ノットで進んでいきます。で積んできたカゴをつけたら昨日仕掛けた場所に向かって移動します。果たして毛ガニは入っているのでしょうか。毛ガニさあそれでは救命胴衣を腰に巻いて今年一発目の毛ガニ漁行ってみましょう。どれだけ毛ガニが入っているか緊張の瞬間です。どらどらわあねじれがはい、ということで毛ガニ漁解禁一発目はまさかのねじれスタートとなりました。この現象は底潮が速くなりすぎると起こるカゴ上げ中線の状況でこの日は横からの風も強かったしゆっくり漕げないので新人にはなかなかの過酷さ。さあ一体どうなるのか。いいやれやれやれ大輔いいかまず取っちゃうのよ。上げる前にな曲がさってやるとブーンって通るのよって感じでね交代すれば流れ作業はスムーズなんだけど、仕事をね若手に預けて経験させてあげるのも船長業務ということで新人育成の方も頑張っていきます。おおそう先に展望切りからもらったらそうそうあそこ1年目の初日からぐるぐる巻きだもんな潮いってたんなシャッポ飛んでったシャッポさっきどっかさシャッポ飛んでったあそこにあるわ大丈夫だ
ってやるよ。おお、そう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 。ねじれてる時エラーしたら手かけんな。やっちまえ。カゴときみたくぶっ飛んでくるぞ。船開いた。直近中に来てんだぜ。いや俺も来てるけど。いけそうだか大輔。いけそうだか。潮早くてカニ入れねえんだな。こんだけカゴ汚れてるもんな。さて毛ガニの方はというと潮のせいか入りはいまいちで、こういう足が1本でも小さかったりなかったりする毛ガニは海へリリース。少しね辛口な選別ですが、品質の向上維持のため最大限努力させていただきます。型も色も良くてめっちゃいい大中のカニ入ってます。素晴らしいな。俺だって大中あんじゃねえよ。はい、漁の初日1本目が終了。あまりね入ってなかったようですが、果たして何かと取れたのでしょうか。待てよ。123456789101112まだいいとこだ。だけど他の船20取ってるっちゅうんだぞ。すげえよな。20だぞ。毛ガニこれ以上の撮影無理っすな。これ以上無理だ。いっぺんに吹いたもんな。これ以上撮影無理。終了。今日は終了。うわー、いいかよ。おお、入ってるわ。入ってる、やっぱり。